艦隊出撃。帝国無敵艦隊は敵アメリカ艦隊の挑戦に応えて満を持すること久しくして今や矢を放つ。今日すでに空の戦いあって初めて海の戦いは成り立つ。されば我が無敵艦隊の空の陣、鉄壁の低空を目指して乱れ飛ぶ。しかしこの時我々は神風特別攻撃隊敷島隊敵大尉以下のスルアン島沖に必死必中の体当たり攻撃を敢行したる陣中を聞く。ああ攻撃陣の大戦果、ここに賛として輝く。特攻攻撃というのは、私は聞いたことなかったですよね。まあ、乗って、飛び立つともう、命がないぐらい思ってね、飛び立っていましたから。特攻攻撃いうの聞いたこともなかったわね。もう、自分が乗っていくときにはもう、命がけでね、から、特攻で自然に敵地に突っ込むいうことは聞いたこともなかったですね。自分が操縦して、突っ込むことが特攻に、一般の人が考える特攻になりますけどね。特攻攻撃ということは、小さい戦闘機やとか、小型機なんかやったら特攻機で行くかわからないですけどね、銀河は最新の飛行機でね、もったいないけど、そう数がないから、大事な飛行機やから。な感じです。同じです。他の人と乗りませんわ。もう一人、ちょっと体で追われて入院流したら飛びませんわね。もう3人以外の人とは乗らないですね。やっぱり意気投合してね、私は若かったからね、もう、うちの基地は壁やいう、醤油今で醤油の手前やったんですよね。古い人ですからね、ベテランの6期、お寿司の6期ぐらいの人ですわね。お寿司の1期は野口いうタイの人やったんですけどね。私はお寿司の18期で。まあ、話は、私は若かったから、操縦士とよう、壁やいう人は、しょっちゅう酒好きやったから、飲みに行ってね。で、私は一人でね、まあ、お前ここで何か、前も精一杯食べてっていう状態やったんですよ。若かったからね。なかったんですよね。まあそうですよね。水平飛行やとか、急行が爆撃やとか、もうそれ、訓練しとったらもう特攻いつでもできますわね。とにかくこうは訓練しょっちゅうやったんですね。で、水平爆撃、魚雷なんか爆撃するのね。模擬弾は使わなかったですね。魚雷なんかの時は1回か2回ぐらいあったんですからね。模擬弾ね。
もうとにかく、急行が負けてはね、いや、時間食ってないですよ。とにかく敵地攻撃の訓練ばっかりだからね。緊張感はね、ありますね。まあ、慣れてくるとね、昼夜訓練しますから、まあ、その当時の飛行機で、急角爆撃した時、こう、翼なんかピューッとそりばったらね、もうね、不圧で、いつ分解するか、ぐらいに思って。しかし、私は、最後乗った時に、一時、不時着ね、墜落したことありますから、別に怖いともなんとも思わなかったですけどね。覚えてます。ワン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 ってなりましたね。まあさ、鳩では慣れてくるともう、飛行機の音なんか、そうだね、どんな感じやったかなっていうような、こう今は覚え、ちょっと出しにくいですけどね。ワン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 っていうような音をしたんですよ、あれ。同じ、細かいワンワンのやつ、ワンワンのやらね。そうですわね。もう戦争中ですからね。そうですわね。いろいろありましたですけど、余裕もないですからね。はい。大井の航空隊やるときね。大井の航空隊で、そこで秘伝言うてね、最後の訓練地やったんです。それから実習部隊行くんですけどね。実習部隊行くときに手を出したら、親二人面会に来てくれたったんですけどね。どんな話で、そうですね。まあ、この次は実習部隊行くんやぐらいの話やったと思うんですけどね。まあ、田舎の話も家でどんなことしてるかぐらい聞いたかわからんですけどね。まあ、親は、なるべく体気をつけて言うぐらいなあれでやったんですよね。立派なご人やった。もうこの愛機と一緒に入れるんやったら本物やと思って。こんなかっこいいやつですよ。君